はい、おはようございます。今日は4月16日水曜日。16日水曜日。今日はね、ちょっと裏の農家のおじさんからですね、ちょっと苗を買いに行くんで行かないかいということでお誘いを受けまして、はい。でちょっとこれから、苗をいただきにじゃなくて買いに、はい、行きたいと思います。はい。それとね、またちょっとおっちゃんの家から山から竹をね、ちょっと何本かもらってこようかなと思っております。ということで本日もよろしくお願いいたします。人月。はい、それではね、サニーレタスちょっといっぱいいっぱいになってきましたんで、ちょっと株分けしたいと思います。はい、こんな感じね。ですのでちょっと真ん中の方から間引いて、よいしょ。それではちょっと新しい分で切っていきます。はい、そしたらね、ちょっと真ん中の方から根っこを取っていきます。2つか。はい、ということでね、慎重に根っこを切らないようにスポンジを外していくんですが、かなりねこのサニーレタスも、葉っぱが大きくなってきまして、隣の、隙間がないぐらい、生えてきてしまったので、あんまりこの状況で、混み合ってると、また上にひょろひょろっと伸びる、ことをしてしまうらしいんですよね。ですので、よくスーパーで売られているような、ちゃんとしたね、塊にするにはある程度ですね、隣と隣の空間を空けて風通しよくして、そして、植え直した方が結球しやすいということらしいので、はい、とりあえずね4株を分けたんですが、いっぱいいっぱいですね。はい、こんな感じで株分けしました。これも、ロメインレタスもやっていきます。はい、開けましたので、こちらねロメインレタスの方を試食していきます。こんな感じで根っこが出てます。
入れてそしてこちらに引っ越します。それとこれも1個ね、これをこれロメインレタスね。だいぶ混み合ってきましたんでね、こいつをはい、こんな感じではい、今ね農家さんのおっちゃんのところに行ってきまして、また竹をいただいてきました。それとね、苗をね、種苗店というところに連れてってもらって、苗を買ってきました。はい、ちょっとやっぱね、プロが買ってるところの苗屋さんっていうのをちょっと知りたくて、買ってきましたんで、これを早速植え付けていきたいと思います。はい、ということでね、畑の方ね、以前畝上げした畑、こちらの方にですね、また、再度ですね、元肥肥料ですね、鶏粉肥料を、深く掘って入れまして、そして米ぬかもね一緒に、巻いてですね、攪拌して、そして一旦埋めてですね、はい、それから苗を植えていこうというふうに考えております。やっぱこの苗を植える場所の、下の地中下の方に、肥料となる栄養分があるとですね、苗の成長が、良くなるそうでございますので、根っこはね、地中へと下へと、伸びていきますので、そこにやはり栄養素があると、根付きもいいし、成長も、順調に育つということらしいでございます。ということでね、フラットに畝をしまして、はい、そして、平らにしてから苗を植えていきます。もうね、草が生えてきてるんですよね。というか結局草の根っこがですね、はい、除去しきれないので、草が、根っこから生えてきてしまいます。はい、そしてね、買ってきた苗をどこに植えようかなと。これトマトですね。はい、並べております。そしてこちらがね、ナスですかね。あ、違う、ピーマンを出しました。はい、これピーマンでございます。そしてナスも出したんですけど、ちょっとね混み合ってますんでね、こちら側ね。はい、そしてまず、きゅうりですね。きゅうりの苗、こちらをですね埋めていきます。やはり農家のおっちゃん曰くね、全然違うよって言ってましたんでね、その違いをちょっと実感してみたいと思います。ちょっとね、話半分疑っちゃったりなんかもしてますけど、そんなにキュウリなんて違うのかねなんてね、なんか、疑っている、悪い男が一人いますが、いやでもそうなんだろうなって信じてる、男ももう一人、私の中でいます。
これもねトマトなんですけど、桃太郎トマトをつって今ね、種から、水耕栽培でね中で育ててるやつと同じ種類なんですが、はい、こちらもね、接ぎ木している苗なんだそうでございます。接ぎ木というのは、根っことですね、上の茎の部分を、非常にバランスのいい苗を選抜しまして、それをくっつけて、人工的に、成長させる方法が接ぎ木という方法だそうでございます。ですので、強い根っこと、美味しくたくさんなる、実をつける茎の選抜チームが、無理やり、手術によりくっつけられて、売られているという苗だそうでございますので、まあいわゆるオールスターみたいなもんですよね。はい。ですのでやっぱり全然違うらしいです。はい。ということでね、苗が埋め終わりましたんで、今度はキュウリのね、ネットを張っておきます。でこちらのネットもね、農家のおっちゃんからもらった漁業用の海苔を養殖する用のネットだそうでございます。これがね、あげるよっつってね、はい、もらってきました。で結構ね、このキュウリもね、上高く高く成長しますんでね、しっかりつけとかないと、重さで耐えられなくなるということと、やっぱもう一つはやっぱここ風ですよね。風が強いので、風で吹っ飛ばされないようにきちんとしときたいなということでございます。ちょっとやっぱりね、東京と比べて風がね非常に強いので、まあ今日も強いんですけど、昨日も一昨日もですね、すごく風が強かったわけでございます。ですのでしっかりね、この、トマトの苗も含めて倒れないようにですね、今日はね小さい細い竹の木をねもらってきましたんで、はい、こちら、トマトなんかはね、細い棒を刺してですね、はい、そしてその棒に、抱かせて風で倒れないようにしようかなというふうに考えております。はい、そしてこちらね、じゃがいもでございます。だいぶ、芽が出てきまして、はい、芽かきっていうのをね、しないといけないらしくて、一つの種芋から、3つぐらい、茎を残して4個5個出ているものをですね、今のうちに、抜いてしまうということと、抜いた後にですね、土着せと言いまして、はい、根元にですね土を、盛ることにより、じゃがいもがですね、外に出てこなくなりますので、地上に出てこないように芋がということで、土寄せをいたしました。そしてね、きゅうり、こちら100均で買ったきゅうりの種を、ポットで植えてですね発芽したもの、こちらも、比較のためにですね、はい、植えていきます。ちょっとね、まだ双葉の状況なのでまだ早いんですが、大丈夫でしょうか心配です。はい、ちゃんと根っこがね活着してくれるのかが非常に心配ですが、なんとかなんだろうというふうに思って、植えてしまいました。
ことでね、具合がおりましたので、水をたっぷりとかけていきたいと思います。ということでね、苗を植えました。こちらがね、接ぎ木1000両3つ。きゅうり、次きゅうり、VR ナツスズミというのを3つ、それと種からちょっと栽培してた、100均で買った種をきゅうり3つと、5つこれ植えました。そしてこちらがスタッフをちょっといくんですかね。はい。そしてブロッコリー、そして、トマトですが、また新たにトマトを、仕入れまして、大玉トマト、多分これも大太郎トマトだったと思う。はい、これをね3つ、買いました。そしてこちらがね、ピーマン、ニューエースピーマン、はい、こちらを3つ買いました。はい、そしてね、なんだっけ、間引きまして、はい、そして水をあげました。でこちらはね、レタス、ちょっとね、ちょっとね、風が強くて音声聞き取れないかもしれないけど、勢いの方はネット張りました。はい。はい、またね、近所のおばちゃんからお弁当いただきました。たけのこが初物だそうでございます。嬉しい。いつもありがとうございます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、農家のおっちゃんと一緒に、苗を買いに、種苗店というところに行ってまいりました。はい。私は今までですね、ホームセンターとか100均とかでしか買ったことなかったんですけど、はい、農家のプロのね、農家のおっちゃん曰く全然違うよ、全然違うよって言われました。はい、ということで、ちょっとお高いんですけど、1株350円とかね、ちょっとお高いんですけれども、トマトとキュウリとナスとピーマン、この4種類を一応ね3株ずつ買ってきました。はい。で今ね、植えましたので、キュウリのネットも張りましたんで、はい、それと両隣には100均で買った、キュウリの種から植えた、はい、苗もありますんで、ちょっと食べ比べをしていきたいと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月